はい、どうもこんにちは、ニノです。ご視聴ありがとうございます。今回はドラゴンボールスーパーの悟空とベジータを描いていきたいと思います。それでは早速描いていきましょう。元気に楽しく、レッツお絵描き。まずは下書きからです。最初に鉛筆で軽く描いた当たりを目安にしっかりと下書きを描いていきますよ。ちなみにこのチャンネルは元気に楽しくをモットーにいろんなアニメや漫画のキャラを水彩絵の具とつけペンを使ってはがきサイズの紙に描いていく声ありのイラストメイキング動画を投稿しているチャンネルとなってます。アニメや漫画が大好きな方はもちろん、イラストの描き方や失敗して修正してごまかすところもこのチャンネルの見どころとなってます。それでは最後までゆっくり見ていってね。さて今回のイラストはドラゴンボールスーパーの悟空とベジータ。元絵はゲームアプリドラゴンボールレジェンズの7周年記念に豊太郎先生が描き下ろしたイラスト。もう初めてこのイラスト見た時、豊太郎先生まためっちゃかっこいいイラスト描いてすげえと思ったのと同時に、さてこのイラストどうやって水彩で描くかと仕事中も悩み続けた結果、めっちゃ時間かかってしまいましたが、どうにか完成することができましたよ。で、実はこのイラスト描くの2回目でして、だいたい下書きで2時間ぐらいかかってるんですけど、最初描いてたイラストが左側の悟空があまりにも右に寄りすぎてベジータが描けなくなり、泣く泣くボツになってしまって、もうね、当たりを描いて下書きをしてるはずなのになかなかうまく描けないのがショックでしたが、2回目は意外とすんなり描けてうまくまとめることができました。そしてビリビリにするところを前もって消しゴムで消しておきます。次に定規で集中線を描くにあたって集中点を決め、集中線を引き、黒く塗ろうと思っているところを鉛筆で軽く塗っておきます。下書きが完成して次は色塗り、背景を塗っていきます。まずはビリビリから。消しゴムで消しておいた隙間に水色のビリビリを塗り、ついでにベジータの青色のオーラを塗っておきます。そしてあらかじめ鉛筆で塗りつぶした暗いところを参考にぼかし塗りにするため先に黒色を塗っていきます。そして紫色、青色、ピンク色といつもの宇宙塗りですね。
そして悟空のオーラを表現するのに水を含んだ筆で色をこすり拭き取りつつ青色でオーラを塗っていきます。ただここでこすり拭き取りきれなかったんで白色を大量に重ねて無理やりごまかし。ただ水彩、いわゆる私が使っている透明水彩は隠蔽力、下の色を隠す力が弱いためもう何度も何度も塗り重ねるのがめちゃくちゃ大変でしたよ。そしてビリビリの白色も薄くなってたんで上から白色を塗り重ねました。背景がいい感じで一旦塗り終えたんで次はキャラを塗っていきます。明るく薄い色を先に塗りだんだんと暗くて濃い色を塗り重ねていきますよ。ちなみに元絵はぼかし塗りになってますがそのあたりは今回アレンジとしてぼかし塗りはせず普通に塗ってます。もちろんめんどくさいからとかじゃないですよ。くっきり塗ってるのをぼかして塗ったりぼかして塗るのをくっきり塗るのはアレンジの勉強ですからね。でここでも白色が大活躍。2人のキャラの一番端に白色を塗ってみました。白色ってこういう使い方もできるんだなぁと今回勉強になりましたよ。完成までもう少し。最後に仕上げのペン入れです。まずは丸ペンを使い細い線を入れていきます。っておい、このタイミングでミスった。いやいや落ち着け。まずは水で濡らした筆でこすりある程度消してから白色でごまかす。そして乾くまで他のところをペン入れして修正。そして G ペンで塗りつぶしや太い線を入れて立体感を表現。ペン入れも終わり完成まで近づいてきましたがまだ終わらない。定規を使って白ペンで集中線を入れていき
さらにオーラと白い点を付け加え、最後に白ペンでサインを入れて、はい、完成しました。はい、というわけで今回のイラストはドラゴンボールスーパーの悟空とベジータでした。いかがでしたでしょうか？ちなみにこちらが元絵。そして私が描いたイラスト。それでは次回の動画でお会いしましょう。また見てね。